マリア奪還作戦から4年。調査兵団の標準装備である、立体機動装置は、大きな進化を遂げています。今回は、そんな新型立体機動装置の仕様を、旧型と比較しながら、まとめました。真っ黒なスーツが目を引きます。空気抵抗が減り、立体起動時のスピードや、精度の向上に、一役買っているのでしょうか。本体部分についてです。新型立体起動装置は、かつて中央憲兵が使っていた、対人立体起動装置の技術を、取り入れているようです。本体は腰ではなく背中にあり、アンカーは、腰からではなく、銃から発射されます。また、銃にワイヤーが収納されているのではなく、背中のドラム型のリールケースから、腕に貼られたパイプを伝って、銃の下側の発射口と接続し、ワイヤーが出るようになっているようです。肘から下の部分は、雷装のホルダーになっているのでしょうか。ワイヤーが貼られた腕は、動かしづらそうに見えるのですが、実際はどうなのでしょう。旧型の仕様を確認しておきます。ブレードの塚には、自転車のブレーキのような、レバーがついており、発射したワイヤーの巻き取りが、できるようになっています。レバー自体が大きいため、可動域が広く、巻き取りのスピードを調整できるのが強みです。2つのトリガーはアンカーの発射、ガスの噴射を、補助スイッチは頭身のリリースなどを、それぞれになっています。アニメより、上のトリガーは雷装の発射の役割も担っているようです。上のトリガーは、腰のアンカー射出を担っていますが、雷装装備時は、アンカーは射出されず、雷装発射のみ、となるようです。もう一本ワイヤーが出ていますが、これは雷装起爆用のものです。とはいえ、このあたりの仕様はファイナルシーズンを見てみないとわかりません。雷装をつけるとアンカーが出ないのは、不便ですからね。さて、新型についてです。奇妙なことに彼らの銃には、2つのトリガーこそあるものの、対人立体起動には搭載されていた、アンカー巻き取りレバーがありません。銃弾の発射、アンカーの射出と巻き取り、ガスの噴射、というアクションを制御しなくてはいけませんから、トリガー2つでは、足りていません。アンカー発射用と銃弾発射用の、2種類の銃があるのでと考えたのですが、漫画では、アンカーを撃つ銃で、銃弾も発射していました。どのような仕組みになっているのか、気になります。余談ですが、あの小さなトリガーで巻き取り速度を調節するのは、かなり難しそうです。次に、超硬質ブレードと、新型の鞘についてです。ブレードに関しては、旧型よりも、コンパクトになっている印象です。対人間を想定し、機動力に重きを置くために、頭身を短くしている、と見ています。一方で、幅は広くなっていますね。鞘に関しては、見た目の印象を大きく変える変更が、なされています。旧型は直立した時、地面に対して、水平に装着していたのに対して、新型は地面に対し、垂直に装着しています。新型は、足が伸びる向きに、鞘が沿うことになります。確かに、できるだけ鞘を体に近づけた方が、遠心力の影響を受けづらそうです。地面で速く走るのは難しそうですが、空中においては動きやすくなる、ということなのでしょうか。回転切りの威力も上がりそうです。ブレードの取り出し機構も、変更されています。抜く、というより、引き上げるイメージですね。この方が、よりスムーズに交換できそうです。ただ、膝を落とす必要があるようですね。新型立体起動は、兵士の役割に応じて、様々なバリエーションがあるのは、有名な話です。余談ですが、ここまで人によって役割を明確にできたのは、マーレ内部の協力者のおかげでしょう。ここからは、調査兵団の精鋭を例に、レベリオ襲撃時の装備を、見ていきます。まずはジャンです。最も標準的な、新型立体起動の装備です。注目は、ブレードを装備していない点、対人間を、意識しているのだと思います。ブレードを携帯しない分軽くなり、機動力が上がりそうです。次に紗車です。射撃の腕を買われてか、遠距離攻撃を想定した、装備となっているようです。立体起動装置は、旧型を装備しています。ただ、ブレードの鞘は新型のようですね。次にリヴァイです。無駄をできる限り削ぎ落としています。巨人殺しに特化した装備、と言えるでしょう。
本体は、旧型を装備しています。リヴァイは旧型、というイメージがあるかもしれませんが、スーツと鞘は、新しくなっています。最後に、ミカサです。彼女は、雷装を8本、装備しています。さらに度肝を抜かれるのは、立体起動装置を、旧型と新型の2つ、装備していることです。替えのブレードもきっちりと、ももに下げています。それが邪魔になるので、銃のホルダーは、太ももの前面につけていますね。いわゆる全部乗せ、です。装備の総重量は、かなりのものになるでしょう。常人なら、歩くのがやっとかも。それでも軽やかに飛び回れるのは、ミカサの、尋常でない筋力、アジリテが、あってこそです。ミカサの場合は、アンカーの射出にも注目です。銃と一体のアンカー鋼と、腰につけたアンカー鋼の2つがあり、使い分けができるからです。雷装で攻撃する際や、銃で攻撃する際には、銃のアンカーを使い、ブレードで攻撃する際には、従来通り、腰からアンカーを射出するのではないでしょうか。操作が、より複雑になっています。アニメで、ミカサの華麗な指さばきを、見たいものです。いかがでしたか？兵士によって、兵装がかなり異なることが、分かったと思います。アニメ、進撃の巨人、ファイナルシーズンでは、レベリオ襲撃の場面の放送が、近づいてきました。調査兵団の登場の他に、新型立体機動のお披露目、という意味もある、回となるでしょう。個人的には、新型立体機動の銃が、どのような仕様になっているのか、とても楽しみです。ご視聴ありがとうございました。